逆光ではい皆さんこんにちは。車の大辞典カカカシノピーです。今回はこちらシュワラスターのゼロクリーム、こちらを使っていこうかなと思います。皆さんね結構気になっていたんではないでしょうか。今回僕のところにちょっとシノピーさんにも使ってみてもらいたいということで、こちらゼロクリームが届いたので実際に使っていこうかなと思います。この商品、どういったものなのかっていうところから説明していくと、新感覚のクリームワックスと記載されています。でクリームワックスってなんじゃいっていうところですよね。でこれ平たく言うとハンネリワックスとなっております。それがこのチューブ状のケースに入っている、これがね僕的にはすごい画期的だなと思いました。理由としてはね、ハンネリワックスって基本的に丸缶とかに入ってるんですよ。けどこの丸缶ってどこに置いたらいいのっていう感じになったりして結構邪魔になったりするので、ちょっとポケットとかにも入れやすそうだなと思っております。ハンネリワックスってさっき言ったんですが、ワックスって言ったら大きく2つに分類されていて、固形ワックスとハンネリワックス、この2タイプがあります。違いとしたら、もちろん柔らかい硬いとかあるんですが、ハンネリワックスの方は白い車専用として売られていることが多いです。理由としてはコンパウンドがそのワックスの中に含まれていて、傷消しだったり水垢落としをしながらワックス効果を得られますよっていうのがそのハンネリワックスの特徴で、コンパウンドが入ってるので、黒い車ちょっと傷が目立ちやすいような車にはコンパウンドが入っていない固形ワックスが結構勧められることが多いです。ここはね頭に入れておいてもらいたいんですが、この商品の特徴は簡単作業で癖になるツヤ、天然カルナバロー配合、水垢除去、傷消し、自転車バイクにもって記載されております。で水垢除去、傷消しができると。でハンネリワックスですと。ということはこれにもねコンパウンドが配合されてるんですよ。で成分のところを見ると超微粒子マイクロパウダーと記載されています。これが平たく言うとコンパウンドと。でこの商品の特徴としてはハンネリワックスなんだけども全塗装色対応、艶消しには使えませんとは書いてあるんですが、それ以外の全塗装色には使えると。だから黒い車にも使えますよと。その理由としては、コンパウンドというものをすごい細かくして、配合してありますと。それが超微粒子マイクロパウダーと呼ばれるものみたいです。なので艶出し効果だったり傷消し効果とかそこら辺含めてちょっと今回見ていきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。でまずはちょっと使い方を確認しながら、どんな感じなのかっていうのをちょっと使っていきたいので、この車にねちょっと一回使ってみようかなと思います。でまずはねちょっと使用方法を確認していきます。使用方法は商品の裏面に記載されています。でまずは作業前に綺麗な柔らかいクロスを準備してください。あらかじめ洗車して砂ぼこりなどの汚れを洗い流し水分を拭き取ります。丸1、クロスにワックスを適量取り塗り広げます。使用量は50センチ四方に1センチが目安です。汚れが気になるところは軽くこすりながら塗り込みます。丸2、ムラにならないようクロスの綺麗な面を使いながら仕上げます。クロスはシュワラスターマイクロファイバークロスがおすすめですと。使い方としてはそんな難しくないので、実際にねちょっとどんな感じか使ってみましょう。ボンネットの右側半分にちょっと施工していこうと思います。マスキングテープ貼っておきました。でまず車はもう綺麗な状態です。砂ぼこりとかない状態になっていて、でクロスにワックスを適量取る。どんな感じで出てくるのか。そしてちょっと出してみます。1センチぐらい。こういう感じです。いやほんとね洗顔フォームとかに近いような感じです。出した感じは。ちょっと匂い嗅ごう。シュワラスターのワックスの匂いがする。僕は好きな匂いですね。じゃあこれをボンネットにつけていくと、ちょうどうっすら傷ありますね。なんだろう、猫に引っかかれたのかな。で50センチ四方なので、だいたいこれぐらいのスペースに使っていきます。ついてますね。でまずは塗り広げる感じの方がいいのかな。これぐらいのスペースに使っていきます。で傷がねちょっとあるのでちょっと軽くこすりながら、ワックスだわ。
あ、ツヤ出てるね。ワックスの特有のツヤが軽く違う面で拭いていく。今まあ右半分ぐらいやったので左側やっていきます。あ、この辺までやってるっていうのが分かるわ。それぐらいツヤ出てる。今無意識にねポケットにこのゼロクリーム入れてたけど、ポケットに入れられるのでかいの。もう1センチぐらいピッと出して、で傷が目立つようだったら軽くこすりながらだし、目立たないようだったらまあほんと塗り広げるっていう感じでいいんじゃないのかなと思っております。反対面で仕上げていくと、ちょっとねワックスの感じが残るので、これはね仕上げ拭きした方が良さそうです。使い方としてはこんな感じです。ほんと簡単です。ツヤ出てる感じするぞ。はい、そしたらマスキングテープ剥がしてみます。あ、これでも十分くっきりわかるね。ツヤ出てるわ。まあこれはまあ後ほどねちょっとツヤとかこう傷とかはまた別でねしっかり見ていきたいなとは思います。まあ、最初はね使い方だったり、あとまあその施工性とか、まあ、その辺をね見ながらやっていきたいなといった感じです。使ってる感じとしてはかなり使いやすいです。で使いやすいって思ってる部分としてはやっぱりこのチューブ、これめちゃめちゃいいです。っていうのも、まあ、こう施工しますってなった時に蓋を開けてこう適量を取る、あと蓋閉めてここポケットどっかにしまっておける。丸カンだとなんかここら辺にちょっとガチャガチャンってなりながら置いたりするんですよ。どうしてもポケットに入んなかったりするので、まあ、そこら辺がすごいいいですね。で使用感はやっぱり半練りワックスっていう感じで、丸カンじゃなくて、まあ、このチューブタイプだからそこがね何よりも今いいなと思っている部分。やっぱ汚れてるんだよね。でこれ今拭いたタオルなんですが、この辺ちょっと汚れてますよね。綺麗に普通に洗車したはずなんですが、まあ、普通の洗車ではね落ちないような汚れっていうのが、まあ、コンパウンドが入ってることによって、まあ、こういう風に落ちるといった感じですね。そしたら続いて傷消し効果みたいなところを見ていきます。クロスにほんとちょっとだけゼロクリームを取って、まあ、この辺わかるかな、この辺ちょっと軽く塗り込んでみます。汚れてるわ。洗ったはずなのにクロスが汚れております。わかるかな。で深い傷はちょっとしんどいかなっていう感じありますね。これはやっぱ黒い車にも傷つけないように超微粒子コンパウンドが入っているからだと思います。この辺の周りも一気にいけますね。綺麗な面で拭き上げる。そうするとツヤも出ますね。この辺の結構深い傷はちょっときついかなけど、全体的には綺麗になってます。このね中とか気になる。こういったところチューブタイプいいわ。ポケットに入れられるから。でほんとちょっと適量取れるっていうのもいいね。で物は考えようで、例えば傷が深い、ちょっと落ちにくいなっていう場合はスピリットクリーナー、あの辺に切り替えてあげるのもいいんじゃないかな。綺麗になってますよ。なってるね。クロス汚れてますね。ここねちょっと気になる。あとこの下、この辺とかも軽くこすってあげれば落ちると思う。で隙間にちょっと入りたくないなっていう場合はちょっと関係ないところをある程度磨いてからこう磨きたい隙間のところにアタックしていけば入り込む心配とかもないので、ここも綺麗になったね。こういうちょっとした小傷だったり汚れだったら難なく取れそうですね。でまあ汚れとかは取れましたが、やっぱりちょっと深い傷っていうのは落としきれない。これはねもうしょうがないことなんですよ。極力傷つけずにここに落とし込んだっていうところがねすごいわかる。落とし込みですよ。例えばその粒子を粗くすればこの傷もね消えるぐらいのものを作れたと思うんですよ。けどそこは農食者にも使ってもらいたいと、傷つけずに優しく磨ける効果もあるワックスを作りたいというところからここに落とし込まれてるんだと思うんだよね。かなり綺麗になったと思います。このフェンダーのつなぎ目ですね。このね汚れがちょっと気になるので、
こも落ちるのかちょっと試してみようと思います。でこういったところはタオルにちょっとつけて、いきなりこのワックスがこんだけついてる状態で塗っちゃうと中にこのワックスが入り込んじゃうので、ちょっと関係ないところとか周りとかをこうやった後、タオルについてる状態でやってあげる。隙間なのでちゃんと奥に入るようにタオルを押し込みながらやると落ちますね。であとは拭いてあげる。綺麗になったの分かります？爪とかではあんま押し込まない方がいいと思います。タオルをちょっとこう隙間に入れるようなイメージでちょっと押しながらやってあげると綺麗になりますね。こういった汚れどうなんだろう。ちょっとつける。で蓋を閉めてポケットにしまっておけるのがいいね。落ちるね。こういうねちょっとした汚れ落としてくれるのがこのハンネリタイプのいいところ。しかもワックスとしても使えるとね。どっちが、メインなんじゃいっていうところはあるんですが、ここで綺麗になりました。この辺の水垢汚れ分かるかな。この辺にも試してみよう。このちょっとした水垢汚れが落ちてくれたらいいよね。やりながらこう艶出るの分かるね。落ちてるね。分かります？ここに入った水垢みたいなやつ。でこれも見る角度によって特にね白い車ねちょっと目立ちにくいんですよ。この辺まだある。あ、いいねいいね、いいじゃない。落ちてるよ。じゃあ続いてこの車で、水はじきとかツヤとかを見ていこうかなと思います。で水垢もね結構すごいんです。ちょっと水かけてみます。こういう感じ分かります？油膜やらなんやらついてて水垢がひどいので、水がねすごいボディにとどまるっていうのかな。すごい近くに見せたい。これ分かるかな。この水滴の跡、水を流しても、ダムそうですね、ダムみたいなのがある、水垢なんですが、ちょっと段差になってるっていうのかな。で水が引いてってもそこに水がとどまってしまう感じですね。結構ひどいですね。いい材料ですね。これちょっと半分分けてやってみましょう。そしたらちょっと雨が降ってきたので場所を変えました。そしたらボネット右側だけゼロクリームを使っていきたいなと思います。結構ねボディの状態ひどいねこの車。綺麗になってる。自分でねだいたい50センチ四方、これぐらいいけるかなっていうのを目印にこうちょっと四角くこうなぜてってあげれば適正ぐらいでやりやすいですね。綺麗になってる。ほんと綺麗になってる。分かんないよね。ちょっと場所を変えないと分かんないような気がする。この辺ひどいね。ひどいところは、もう1回ぐらいやってあげてもいいのかなと思います。繰り返しね。ハンネリワックスの特徴だよね。やっぱちょっと磨きながら施工できるっていうところ。それにはコンパウンド、この商品でいうと超微粒子マイクロパウダーですね。それが必要不可欠と。ざっくりでこんだけ変われば十分な気がするけど、赤の感じがね結構変わってます。赤の濃さっていうのとボディの状態はあんまよろしくないので、もう少しやってみます。いいじゃんいいじゃん、楽しくなっちゃうね。固形ワックスではないんだけどやっぱワックス感があって楽しいね。そしたらちょっと一回外に出して違いを見てみますか。その前にマスキングテープ取るか。ここでマスキングテープを取って分かるか。どうなんだろう。分かります？うわ、分かるかな。赤の濃さが違うので水垢も取れてるんですよ。こうした方が分かりやすいかな。ライトの感じを見てもらえれば、この辺とか結構水垢ありますよね。こっちかなりもうほぼない。ちょっと飛び石みたいなのはあるけど水垢っていうのはかなりなくなってます。分かるかな。もちろん、磨きまではいかないけど、ささっと、ワックスがけみたいなのを、ちょっと手で、磨くではないけどちょっと塗り込みながら拭き上げるだけでここまで変わるんだったらかなりいいんじゃないのかなと思います。
だから個人的にはねそんなね攻撃性がねすごいあるっていう感じはしない。やっぱそこは超微粒子マイクロパウダーなだけあるなっていう。これねここでも違いわかるね。このひさし、この映り込みの量、右側はこの辺までしっかり映り込んでるんですが、左側はやっぱこの境目から映り込みがないですよね。違いますね。肉眼で見ても違います。ツヤ感っていうか赤のね濃さが全然違う。でまずは水をかける前にちょっと滑りもね触った感じ全然違うんですよ。なのでマスキングテープでちょっと滑り見てみます。この辺置きますか。この辺これ未施工です。右側施工したところ。結構上の方平たい方に置いても滑ってくれます。滑りはね全然違いますね。それちょっと水をかけてみようと思います。赤い車だと水はじきどう映るんだろう。あ、見えにくいね。はい、撥水ですね。近くでかけると左側は全く撥水しておりません。で右側は撥水しております。撥水しているっていうことがよくわかりますね。うわー、見てて気持ちいいな。綺麗に真ん中で違いますね。こういうとこ好きなんだよな。こういうちょっとくぼみんとこいいね。そしたら水垢が取れてるかちょっと拭いて確認していきます。わかるかな。わかります？わかりづらい。こういう風にかけます。そうすると水の量が多いので右もまとまろうとしますね。でこんな感じ。水がこう残ってるのと残ってないの。こっちは水垢が残ってるからそこに水が引っかかる、とどまってしまう。そのためこう水滴が残るんですが、水垢とかがない方はこう綺麗に引いていく感じですね。これは水のかき方を変えてるので、あえてこう分かりやすくね大量に水をかけてあげてます。水の引き速度も違うじゃないですか、右と左で。こういった感じ違いますよね。これだけでもどっちに成功してどっちに成功してないかっていうのが分かりますね。で僕個人的にここに使ったらいいんじゃないのかなっていう場所がちょっとあるんですよ。それをねご紹介したいな、てか実際に使ってみたいなといった感じですね。それがドアを開けたところのこの部分ですね。この辺結構水が通るので汚れてたりするんです。ただ拭いたり洗ったりしただけじゃ落ちないので、ちょっとこの辺にね使ってみようと思います。例えばこういった水染みですね。これはもうタオルで拭いたりしても落ちません。水拭きとかしても落ちない、水垢みたいな感じなんですが、このゼロクリーム、そのコンパウンドが入っているっていうことを分かっていればこういうところにも使えるなみたいな。コンパウンドをちょっとね手嫌いされる方もいると思うんですが、でもある程度ね理解すればこういうところにもいいでしょっていうのがねどんどん見えてくるんですよ。ほら落ちるね。で僕ここよく、洗車の時洗うんですよね。で落ちない汚れとかがあったりして、嫌だなとか思ったり、あとはコーティング剤とかワックスまでここちょっとやりたい人なんですよ。その時に汚れがあると結構ね、例えばクリーナーを使ってからコーティング剤を使うとかなると二度手間だったりするので、一つの工程で終わらせたい人にはかなりこのハンネリワックスゼロクリームっていうのは向いているんじゃないかなって思います。いいね、汚れてます、しっかり。こういった感じわかります？こことここでは全然違いますよね。こういうところもそうですね。全然汚れが落ちないんです。こういうのねやり始めると止まんなくなっちゃう。でゼロクリームのいいところね、ほんとね適量出せるっていうのめちゃめちゃいいですよ。
こにハンネリワックス丸カンのやつ使うってなるとスポンジで取った時に取りすぎちゃうんですよ。けどチューブタイプなのでワックスを出す量を調節できる。例えばほんとちょっとこれぐらいでいいやっていうこともできるっていうのはいいところですね。足りないな、もうちょっと出そうかなっていうのもできる。量の調節がねしやすい。ワックスとしてだけじゃなくちょっとコンパウンドをうまく利用して汚れを落とすっていうのもいいよね。しかもワックスがけが同時にできるっていうね、一石二鳥綺麗になっております。こういった窓枠のわけのわからない汚れも落ちるかちょっと試してみます。注意点としては塗装されてる部分以外は使えないんですよ。そこがね、欠点かなとは思うんですが、例えばこういうゴムの部分とかこういうところには使えませんけど、ゼロクリームの量を調節することが簡単なので比較的ね扱いやすい。落ちるね。これだけでも全然違うよね。こういった汚れね、この容器がマジでいいね。ちょっと上げながらとかでもいいと思うよ。汚れ系はね比較的落ちるね。超微粒子マイクロパウダーっていうのが、攻撃性をかなり減らしているんですよ。だからちょっと深い傷とかはねやっぱしんどかったんですが、汚れっていうものはかなり取れますね。で最後拭き上げてフィニッシュって感じ。はいといった感じで動画の方以上になります。で今回はこちらシュワラスタのゼロクリームというこのチューブ状の容器に入っているハンネリワックス、こちらを使ってみました。使ってみた感想はめちゃめちゃ使いやすかったです。どこが使いやすかったかっていうと、やっぱりこの容器だね。この容器がすごく良かったです。何よりもこの容器落としても壊れないし、あとはポケットとかに入れておけるっていうのがやっぱ一番かな。やっぱ丸カンだと置く場所にね困ったり、かといって下に置いといてもちょっと砂が入るんじゃないのかなってねちょっと不安になったりね。あと砂が入んないようにその蓋を閉めるとか、この手間とかいろいろ塗る時のスポンジとか、あと拭き上げとか、そういうのをもろもろ考えるとやっぱりこのゼロクリームはすごい使いやすかったなと思います。僕はね今からワックスを始めますっていう人の入門編にもいいのかなと思っていたり、あとちょっと小傷がある人だったり汚れをね落としながら、ワックスがけをしたい方、そんな方にもいいのかなと思いました。で超微粒子マイクロパウダーっていうのが入っていて、それがねすごい細かいコンパウンドなので、黒い車にも使えるっていうのは一つメリットかなと。けどちょっとねそのコンパウンドが気になるなっていう方とかは逆に固形ワックスの方を選択するのもありなのかなと思います。けど使ってみた感じはねそんな攻撃性があるっていう感じはしなかったです。っていうのも落としきれない傷っていうのもあったりしたんですよ。その辺とかをね見るとやっぱ結構絶妙なところにね落とし込んだなって僕は思いました。もちろんその落としきれなかった傷っていうのは、もっと粗いコンパウンドのものを使えば、落ちるとは思うんですよ。そうすると逆に磨き傷が気になってきたり、いろいろねその兼ね合いがある中で、すごいいいところにね落とし込んだなって僕はね正直思いました。あと気になる点で言うと、ワックスなのでミ塗装樹脂には使えないっていうところ、やっぱワックスがねミ塗装樹脂のこの脂肪、このボコボコしてるところに残っちゃったりするんですよ。なので最近のSUV とか、フェンダー部分がミ塗装樹脂になっていて、ちょっとねワックス残るの気になるなっていう方は逆にコーティング剤を選ぶとかね、選択肢としていろいろ選べるっていうのはねいいのかなと僕は思います。僕個人的にはやっぱねたくさんの人にワックスを使ってもらいたいなとは思っています。理由としてはねそのワックスってすごいめんどくさいんですよ、正直めんどくさいです、けどそのめんどくさいのがまたいいところで、自分でこのやってる感とか車が綺麗になっていく様が目に見えて分かったりするので、ワックス使ったことない人にもぜひ挑戦してもらいたいなと僕は思っています。なんかねツヤ感もまたコーティング剤となんかねちょっと違うんですよね。もうほんと触って分かるツルツル感みたいなのが
味わえたりするので、個人的にはねワックスかなりおすすめです。で今回のこのゼロクリームはそのワックスのその面倒くささみたいなのをかなり大幅に削減したような商品だと思っています。なので本当ワックス使ったことない人の第一歩になればいいかなと僕は思いました。なのでね、気になる方はぜひ購入してみてください。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。忘れてた、こちらゼロクリーム10本いただいたので、この動画を見ている10名様に抽選でプレゼントしたいなと思うので、抽選方法は概要欄に記載しておくので、気になる方はぜひ応募してみてください。それではまた来週。あぶねえ。